話題の勉強法、いろいろ試してみたけれど、どれも効果が出ない。やっぱり自分の頭が悪いのかな。いやいや、それ、タイプの違いのせいかもですよ。こんにちは、タクジです。このチャンネルでは、とあるシチュエーションで、人が何をどう感じるのか、MBTI を通して解説していきます。今回は、英語学習におけるタイプごとの得手不得手などの適性について解説したいと思います。MBTI って何？と思った方に簡単に説明すると、人の性格における考え方や行動の癖を16個に分けた指標です。詳しくはこれまでの解説動画を参照ください。心理機能のすべて、その順番である機能スタックと基本的な要素を網羅しています。またこの動画は英語や試験そのものの解説をメインに扱っておらず、人それぞれの相性を考えてモチベーションを高めることを目的としていますのでご了承ください。一体タイプによって勉強方法の相性はどう変わるのでしょうか。今回の動画のお品書きはこちらです。今回は TOEIC を受験するという設定です。登場人物は3人で、一般的に TOEIC と言われるリスニング&リーディングを同じ会場で受験しています。アスカ、レン、ユミ、みんな20代で同じくスコア600前後の英語力です。問題を解いている最中、みんなは何をどう感じるのでしょうか。なお、出題形式は公式のものを参考にしていますが、設問は私が独自に作成しました。リスニングセクションパート1。この設問では写真を見ながら4つの選択肢となる英文を聞いて、その中で写真の内容と一致するものを選びます。Number 3. Look at a picture marked number 3 in your test book. A. The man is putting away a stool. この瞬間の心の声。アスカ、ツールって言った。お玉のことを指してる。レン、プッティングアウェイは公式でやったことある。片付けていないから×と。ユミ、ツツールって言ってるから違う。B. The man is pushing a wheelbarrow. アスカ、最後何言ってるのか全然わかんない。これ正解なの？レン、最後意味不明だったな。まあこれは違うか。ユミ、プッシングは違うね。C. The man is offering a bowl to a guest. アスカ、ゲストしかわかんない。当たり臭いけど逆に引っ掛けか。レン、トゥーゲストって言ってる。客に渡しているからこれっぽい。ユミ、オファリングとゲストって言ってるからこれかな。D. The man is examining a copy machine. アスカ、これはさすがに違う。でも正解がわかんない。やっぱ聞き取れなかった B か。レン、これ違うから C だ。ユミ、はい、C で確定。パート2。この設問では、まず短い会話文を聞き、その後に3つの選択肢となる英文を聞いて、会話が成立するものを選びます。Number 27. Why don't you come join us for lunch? A. I had lunch at a restaurant near the office. アスカ、当たりっぽいけど説明的でなんか変。レン、おかしいことは言ってなさそう。これかな。ユミ、過去形違うのかな。 B. Because he has failed to meet the deadline. アスカ、ホワイだからって安直にビコーズを選ばせようとしてる。なしなし。レン、関係ない話をしている。
ユミ、キーは関係ないから違う。 C. I have urgent work to do. アスカ、仕事があるって断ってる。これだ。レン、これも関係ない話か。じゃあ A が正解かな。ユミ、これも違う。やっぱり A が正解。リーディングセクション。パート7。この設問では、広告文やメールなどのビジネス文書を読み、その後いくつかの問いについて一致する選択肢を選びます。通知文。前略。Monthly server maintenance will be performed after hours on May 1st. ここまで読んで、アスカがひらめく。マンスリーってことは頻度を聞く問題がありそう。先に問題見よ。最初の問題。Number 149. What is suggested about server maintenance? A. It is required by the state government. B. It has been introduced recently. C. No one except machine operators is allowed to perform. D. It is carried out 12 times a year. アスカ、思った通り、月1だから年12回。間違いなし。他の2人は最後まで本文を読んでから問題文を読む。本文の後半部分。中略。You will not be able to use the email system during this time, but it will be restored by the following morning. Please note that your PC must be turned off before leaving the office on May 1st. 攻略。レン、確か最初の方でメンテナンスの概要が書いてあったような。該当箇所を見返して、正解の D を選択。ユミ、そんなこと書いてあったっけ？最後の方？読み返すも正解の手がかりが見つからず、結局誤答してしまう。次の問題。Number 150. What is not mentioned in the notice? ここでアスカ、ノットを見逃す。A. Server maintenance service is supposed to be finished by May 2nd. アスカ、メンテは翌朝には終わっているからこれだ。次行こ。間違っている選択肢を選ばないといけないのに、趣旨を誤解して内容と一致するものを選んでしまう。他の2人の反応。レン、来たノット、前に見逃しちゃったんだよな。ユミ、消去法か。その他の選択肢。B. Employees are required to shut down their PCs by the end of May 1st. C. Staff are asked to keep the office clean. D. Some network functions are not available during server maintenance. 2人は冷静に正解の C を選ぶ。試験の再現は以上です。いかがでしょうか？みんな、それぞれ別のところで詰まったり、逆にうまくできたりしました。なぜこのような違いがあるのでしょうか？先ほどの試験の再現では、アスカは ENFP、レンは ISTJ、ユミは ESTP を想定して作りました。リスニングのパート1では、アスカだけが誤答しました。特に聞き取れない単語があった時に、不安に駆られて冷静な判断ができず、むしろ聞き取れていない選択肢の方を選んでしまいました。心理機能で言うと、ENFP のアスカは主機能が外交直感なので、未知なる可能性を無意識に期待してしまいがちです。さらに、補助機能が内向感情なので、不安が増大した時に理性的な判断を失う傾向が強いです。そのため、聞き取れないと不安に駆られて、内容がわからない選択肢が正解なのではないかと、つい選んでしまいがちです。一方で、ISTJ のレンは主機能が内向感覚なので、
経験に基づく確実なものを重視しますし、補助機能が外交志向なので、比較的冷静に正答することを意識しやすいです。この問題では聞き取れない箇所もありましたが、慌てずに対応できました。仮に答えがわからないような時でも、アスカのように聞き取れなかったものよりも、聞き取れて内容がわかるものに安心感を得る傾向が強いです。そして ESTP のユミはリスニングが得意です。主機能の外交感覚は、その瞬間の情報をありのままに受け取ることを重視するので、聞き取りに向いています。さらに補助機能が内向思考なので、内容に矛盾がないかを冷静に判断することも得意です。しかし、パート2では状況が変わります。ひねった問題がいくつか混ざるためです。この問題では、ランチへの誘いに対して、選択肢には行く、行かないという直球の回答はなく、急ぎの仕事があると答えて、案に行けないことを表すものが正解となります。この問題ではアスカだけが正解できました。なぜかというと、彼女の外交直感はいろいろな角度から物事を捉えるのに向いているので、裏をかくような回りくどい問題を得意とする傾向があるからです。しかし他の2人はそのような外交直感を苦手にしているので、変化球に対応できず誤答してしまいました。次はリーディングのパート7です。社内通知文を読んで2つの問題に答えます。最初の問題は、アスカが外交直感を働かせて、monthly という単語を見た瞬間に、これを問題にするのではとひらめき、一旦本文を中断して問題を見て、最短で解くことができました。一方他の2人は一通り読み終えた後に問題を見ました。レンはなんとなくどのあたりに情報があったのか漠然と覚えていたので、その箇所を確認して正答できましたが、ユミは当たりもつけられず、時間をかけた上に誤答してしまいました。TOEIC は時間との戦いでもあるので、これが一番もったいないところです。この違いは、レンの内向感覚とユミの外向感覚によるものと考えられます。内向感覚は物事を順序立てて思い出そうとする傾向がありますが、外向感覚はその瞬間の出来事に意識が向き、順を追って思い出すことは意識しにくいからです。次の問題は、実際によくある not を使って間違っている選択肢を選ばせるものです。1回の試験で少なくとも2、3回は遭遇します。ここではわざわざ大文字で書いてくれているにもかかわらず、アスカはこれを華麗にスルーしてしまいます。彼女の外交直感は、出題者の意図など、いろいろと頭の中で思いを巡らせることに忙しく、目の前のことがおろそかになりがちだからです。しかし、レンは一度でもそういう問題に出会っていれば、内向感覚により経験を生かして警戒しますし、ユミは外交感覚から目の前の大文字で書かれた not を見逃すことは少ないです。なので、彼らは確実に答えられました。以上が試験の振り返りです。いかがでしょうか？同じ試験を受けていても、タイプによって意識の向け方などに違いがありました。これは学力に関係なく、生来の癖と言っても過言ではありません。皆さんも自分の得手不得手を意識すると、モチベーションを高めたり、弱点補強に役立てたりできると思います。ここで一つ注意点があります。問題を解くときに
心理機能がどのように働くかを解説しましたが、実際は同じタイプや同じ心理機能を持つ人が同じ反応をしたり、適性があったりするわけではありません。例えば ESTP のユミについて、主機能の外交感覚はその瞬間の出来事を意識するので、リスニングが得意と言いましたが、外交感覚がある人がみんなそうとは限りません。その刺激にどんな反応をするのかは人によって異なるからです。同じ外交感覚型の人でも、例えば絶叫系のアトラクションが好きな人がいれば、そういうのがダメな高所恐怖症の人もいます。これはスピードや高さという五感の刺激に対して気持ちいいと感じるのか怖いと感じるのかが違うからです。共通していることは五感の刺激に意識が向きやすいだけで好き嫌いとは別なのです。なので同じ外交感覚型の人でも英語に興味がなくてリスニングが苦手なことは普通にあり得ます。今回の説明では英語に興味がある人の話という前提で考えるといいんじゃないでしょうか。ここでは心理機能ごとにどんな風に英語と付き合うと相性がいいか例を挙げていきたいと思います。これから解説する内容はあくまでも単独の心理機能の働きでどう感じやすいかということです。MBTI のタイプはそれら心理機能を組み合わせて複雑にできているので、機能の解説がタイプ、ましては性格そのものを解説しているわけでは決してありません。ということで参考程度に考えておいてください。また、ここで話すのは性に合っているかなどの気持ちの問題で、脳科学的な学習効率といった考えとは無関係です。実際に好き嫌いの差を超えた効率のいい学習方法がある可能性は十分にあります。まず、漠然と英語を話すということに関しては、外交感覚型の人が向いていると思います。先ほど、ユミのような ESTP はリスニング向きだと言いましたが、聞いたままを真似てネイティブのように発音するのが得意な傾向にあるということです。顔の表情やボディーランゲージで表現するのにも向いているので、英会話を楽しめるポテンシャルが高いです。実生活で役に立つという実感があると、モチベーションを維持しやすいでしょう。一方で、文法や単語を覚えるなどの地道な学習が苦手です。単語を覚えるときは、聞いたままに発音を真似するなど、五感を意識した方がやりやすくなると思います。外交感覚型の人に特におすすめしたい学習法はシャドーイングです。これは耳で英語を聞いた瞬間に後追いで同じ文を発音するというものです。リスニング、スピーキング能力だけではなく、文の組み立ても意味や理屈を抜きにして体で覚えられるので向いていると思います。次に ISTJ のレンのような内向感覚型の人はコツコツと積み上げて学ぶ方が性に合っていると思います。背伸びして難しいことにチャレンジした時のストレスが比較的大きく、それよりも復習による着実な進歩に満足感を得ることが多いです。具体例を挙げると、1週間で新しい単語を70個覚えるとします。その時に1日10単語ずつ確実に覚えるのか、最初に70単語をまず頭に入れて、忘れるのと思い出すのを繰り返して定着させるのか、2通りのやり方が考えられると思います。この時に内向感覚型の人は前者を好む傾向があります。定着していないうちに次に進むことに不安を覚えやすいからです。次は直感型ですが、ENFP のアスカのような外向型と内向型とで比較しながら、その傾向を解説します。英語には一つの単語でいろいろな意味を持つものがあります。例えば run ですが、動詞の用法だけでも走る、機械などが動く、経営するなど
多岐にわたります。こういった多義語に対していろんな意味を個別に覚えるのか、それとも全ての意味に共通するコアとなる概念をまず理解してそこから派生する意味を覚えるのか、二通りの覚え方があると思います。外交直感型の人は前者を好み、内向直感型の人は後者を好む傾向があります。外交直感は多種多様であることを好むので、多義語のそれぞれの意味を別個に覚えることは苦になりにくく、むしろ意味のギャップが大きいほど興味を持つことさえあります。逆に一つの概念に収束することを窮屈に感じやすいです。対して内向直感型の人は一見バラバラに見えるものから共通点を見つけて一つにまとめることを好む傾向があります。Run であれば何かが流れていく動きというコアイメージを想定するでしょうか。逆に辞書を読んで個別に列挙される意味だけ見ても、この単語のコアは結局何なのということが気になってしまい、覚えづらいことがあります。次は外交思考型の人です。外交思考は客観的な評価軸を好む傾向があるので、学習方法そのものよりも、なぜ勉強するのか、なぜ英語が話せるようになりたいのかという動機づけが大事です。なので、受験にしろ仕事にしろ、具体的な目標を立てて、そこに向けて確実に進めることを意識するといいと思います。勉強内容も点を取りやすい箇所、仕事で役立つ表現など、目的と一致している方がやる気が出ることが多いです。逆に内向思考型の人は論理的な構造理解を好む傾向があります。英語教育に文法は必要かという問いがありますが、彼らにとって文法理解はパズル的な要素もあり、性に合っていると思います。少なくとも効率的に構造を見抜いてパターンを把握するやり方は苦になりにくいでしょう。最後に感情型ですが、特に英会話においては出だしでつまずきやすいです。勉強したての頃は拙い英語により、外交感情型の人は相手を困らせないだろうか、内向感情型の人は自分の気持ちを誤解されないだろうかということを過度に恐れてしまうことがあります。言語なんてツールに過ぎない、間違えたって伝わればいいじゃないという声もありますが、感情型の人はそう簡単には割り切れないこともあります。しかし慣れてくれば相手と心が通じ合う喜び、自分の思いを言葉にでき、それを伝えられる喜びを感じられるときは必ず来ます。なので、恐れずに少しずつでも進んでほしいと思います。英会話に限らず、例えば英語圏の掲示板でみんなが書いてあることがわかるようになるだけで、その場にいられる空気感を味わえたり、生の感情に触れられたりと満足感を得る機会は多いと思います。心理機能ごとの解説は以上です。各タイプの主機能と補助機能だけで考えても、必ず今の8つの心理機能のうち2つが該当するので、実際の各タイプに当てはめるとかなり複雑になると思います。私の場合は INFP を自認していますが、これは内向感情と外向直感の組み合わせです。実
体験で失敗したと思ったことは、シャドーイングをやりすぎたことです。この学習法は、先ほど解説したように、外交感覚型の人向けなんじゃないかと思っていますが、私のような INFP の人が軸とする心理機能に外交感覚は存在せず、しっくりこないと感じます。さらに厳しいのが、シャドーイングは感情も含めて真似すべしと推奨されていることです。内向感情にとって自分の中で消化できていない感情を表面上なぞる行為は性に合わず、かなりのストレスになります。私は一時期ずっとシャドーイングをやっていましたが、途中で限界を迎えて二度とやりたくないと思いました。ただ、やはり英語学習には効果的だと思うので、今でも必要な時には両方要領を守って最小限実践しています。ということで、性に合わないやり方だとどうなるか、実体験を交えて話をしました。参考になれば幸いです。皆さんもこの適性の個人差を自分にも当てはめて、得意なところは伸ばして苦手なところは補うように意識するといいのではないでしょうか。今回は以上です。英語学習に限らず、勉強にはいろいろなやり方がメディアで紹介されています。中には数字を提示しているものもあり、確かに客観的には正しいのかもしれません。しかし、それが性に合うかは人それぞれだと思います。今回はそういうことを MBTI 的な観点から解説してみました。メディアでは、これが最適な勉強法、みんな絶対こうした方がいいよみたいなテンションで紹介されたりしますし、知人からも同様に勧められることがあります。その人にとってはしっくりくるから自信を持って進めるのでしょうが、心の底では性に合わないものを、みんなが言うんだから自分にも合っているはずと自分に無理に言い聞かせるのは、結局効果が出なかった時の自己嫌悪にもつながり、とてつもなくしんどいことです。しかし、タイプによって気持ちの上でも相性があると分かれば話は変わります。相性は悪いけど、成績的には効果的なやり方には、ようやく口に逃がしの覚悟で実践できるので、ストレスは最小限に抑えられると思います。皆さんもこの動画を参考に、自分の肌に合ったやり方を見つけてくれれば何よりです。このチャンネルでは、特定のシチュエーションを通して MBTI を解説したり、それを使って創作のキャラを分析したりしています。また、今回のような語学系コンテンツを増やすかもしれません。よろしかったら、コメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では、次の動画でお会いしましょう。